こんにちは、リリナナです。今日はこちらワッフル模様を上にちょっとかぶせたトートバッグを作ってみました。で、これは本体の細編みのバッグを編んで、その上にワッフル編みで編んだものをかぶせてるという感じなんですけども、なので最初にこちらの細編みのバッグを編んじゃいます。で、その後にこちらを編みつけて、で上にこうかぶせるという感じですね。で、こちらのサイズがだいたい横が27センチぐらいになっています。で、横の部分が17、8センチで、底の部分、底が20センチぐらいですかね。で、こちらがだいたい10センチぐらいになっています。で、持ち手が24センチぐらいになっています。で、こちらはメランジを2本取りで下の部分は編んだので、結構しっかりしてるかなと思います。でもやっぱり毛糸なので伸びたりする心配はあるので、お裁縫が得意な方は内布とかをつけるといいかなと思います。あとは中になんか底板とかを入れると下がブヨーンと伸びないでいいんじゃないかなと思います。よかったら編んでみてください。はい、では材料です。ちょっと中途半端な糸で申し訳ないんですけども、こちらはダイソーさんのメランジのカラーナンバーが785番グレイッシュブラウン、こちらを3玉使用します。で、2本取りで編んでいくんですけども、最初は2玉使って中から出して2本取りで、2玉使い終わってからあと1玉残ると思うんですけども、それは中と外から糸を出して2本取りにするといいかなと思います。たくさんある方は4玉使用して中から出して使ってもいいと思うので、とりあえず玉数で言うと3玉必要になります。で、あとはこちらメランジの780番ブラックデニム、ちょっと見づらくなってしまうんですけども、こちらを使用していこうかなと思います。で、かぎ針は9号針の 5.5mm と7号針の 4mm を使用していきます。はい、では2本取りで編んでいきます。かぎ針を9号針の 5.5mm を使用していきます。2本引き揃えて、で一度キュッと引き締めます。ここから鎖編みを12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目編めたら、ここから楕円を編んでいきます。で、もし楕円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。で、片方3目ずつ増やす編み方で計6目ですね。6目ずつ増やしながら上に書いてある段数までしばらく編んでいきたいと思います。はい、1段から8段まで編んできました。で、8段目の合計が68目になっています。で、こちらは横が21センチで、こちらの幅が13センチになっています。では9段目からはもうひたすら細編みを編んでいこうと思います。鎖1つで立ち上がって根元から細編みを1つ1つの目に1つずつですね、ずっと編んで上に書いてある段数までしばらく編んでいきたいと思います。ちょっと大変なんですけども頑張って編んでみてください。ではしばらく細編みをずっと編んでいきます。はい、31段まで編んできました。で、だいたい横の幅がピタッとした状態で27センチぐらいになっています。で、こちらもピタッとさせるとだいたい23センチぐらいですね。で、底の部分をこう作ってあげるとだいたいの高さが17センチとかそのくらいになっています。はい、では引き抜くところまで編んでいるので、このまま糸をカットしてしまいます。
で糸を抜いてしまって、で次は7号針の 4mm に持ち替えて編んでいきます。こちらのブラックをつけていきます。でそしたら編み地をひっくり返します。裏から見ながら次は編んでいきます。でもし編みにくかったらこうひっくり返してしまっても大丈夫です。袋部分をひっくり返して、で次は裏から見ながら、裏側を見ながら編んでいくので、最初と最後がもしわからなくなりそうな方は、一番最後の目、こことあとは一番最初の目、引き抜いたところですね、ここにマーカーをつけて印をつけておくといいと思います。ではまずは裏を見て、左側のマーカーのところ、ここに針を入れて、で糸を持ってきます。こちらも一緒に編みくるみながらで大丈夫です。で一度キュッと引き締めて、鎖編みを2回します。1、2で2目目にマーカーをつけておきます。これ分かる方は大丈夫なんですけども、分からなくなりそうな方はつけておいてください。でこっちが裏になるので、糸端をこちらに来るようにしておきます。で1つの目に1つずつ、まずは長編みを編んでいきます。長編みを4回まずは編みます。ここを混ぜてなので、あと3回ですね。1、2、3、4。これで長編みが4目編めたことになります。鎖編み2目で立ち上がったところも長編みの1目とします。で次の目から長編み3目で長編みの増し目というふうに編んでいきます。次の目から長編みをまずは3回、1、2、3で次は1つの目に長編みを2回入れます。1、同じ目にもう1回で、これを繰り返していきます。最初は増し目をしなかったんですけども、次からは3増し目3増し目という感じで編んでいきます。引っ掛けて3回長編みをします。1、2、3で次の目には長編みを2回、同じ目にもう1回繰り返します。1、2、3で長編みを2回で、増やし目をすることでこう一本取りで編んでるんですけども、編み地をなるべくまっすぐ揃えたいのでこんな感じで編んでいます。でもしサイズを変えてしまった場合はゲージなどを取って編んでいただけたらなと思うんですけども、1周が4の倍数になるように作っていきます。長編みのこの段ですね、これが1段目とまた書いてあると思うんですけども、この1段目で4の倍数になるように調節をしてみてください。では3増し目3増し目とぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。残り1、2、3、4、4目残っています。でここに長編みを3回、1、2、3で一番最後のこちらのマーカーで長編みを2回入れます。でこちらのマーカーにおっと引き抜きます。でこれで1段目が編めました。で次からワッフル模様を編んでいきます。
まずは鎖3目で立ち上がらずにちょっと長めに出してしまいます。で鎖を1つで引っ掛けて、ここの立ち上がったところですね、ここに表引き上げ編みをします。長編みの表引き上げ編み、右から入れて左に出します。引っ掛けて、で左から2本ずつで、最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいと思います。で次の目から裏引き上げ編みを3回します。引っ掛けて、次の目右から後ろからですね、後ろの右からこう前に出して、今度は後ろに出します。で糸を持ってきて、で2本ずつ、これで裏引き上げ編みが1回2回3回で、これを繰り返します。引っ掛けて、次は表引き上げ編みを1回引っ掛けて、次は裏引き上げ編みを3回、1、2、3、表引き上げ編み1回、裏引き上げ編み3回とぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと端の方まで編んできました。で一番最後12344目残っているので、まずは表引き上げ編みを1回で、次は裏引き上げ編みを3回、1、2、3で、こちらのマーカーがついているところ、ここに針を入れて引き抜きます。でこれで2段目が編めました。で次は3段目。3段目はちょっと長めに出して鎖を1つで、一番端は表引き上げ編み、今までと同じですね、下の段と同じように長編みの表引き上げ編みを1回で、次からは長編みを3回編んでいきます。頭の部分がちょっと見づらいかもしれないんですけども、ここに針を入れて長編みで、次も長編み、次も長編み、これを繰り返していきます。表引き上げ編みを1回で、次は長編みを3回、1、2、3、表引き上げ編み1回、長編み3回とぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。表引き上げ編みを1回、長編みを3回で終わっています。で一番最初のこちら表引き上げ編みをしたところの頭ですね、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで3段目が編めました。で次からは2段目3段目の繰り返しになります。次はまた長めに出して鎖を1つ引っ掛けて表引き上げ編み1回で、次は2段目と同じなので裏引き上げ編みを3回します。右から入れて左に出す。で裏引き上げ編みですね、1回2回3回で、これをずっと編んでいきます。表引き上げ編みを1回、裏引き上げ編みを3回で、次の段では表引き上げ編みを1回、長編みを3回という感じで2段目3段目を繰り返しながら上に書いてある段数まで編んでいきたいと思います。はい、11段まで編んできました。で11段まで編んで一番最後引き抜く前で終わっています。最後はチェーンつなぎをしていこうかなと思うので、こちらでカットをしてしまいます。でこちらの幅はもうどこまで編んでも大丈夫だし、もっと短くても大丈夫なので、
自分の好みの長さに編んでみてください。で最後は表引き上げ編み長編みで終わる段が一番最後に来るといいかなと思います。糸処理できる分残してカットをして糸を抜いてしまいます。でこちら頭ですねに針を入れて戻します。で後ろで糸処理をして他の部分も糸処理があるところは糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。でワッフル編みのところだとだいたい9センチぐらい私は伸ばしています。でそしたら持ち手を作っていくんですけども、持ち手も市販の持ち手とかでもいいと思うのでお好きなもので作ってみてください。はい、では持ち手は2本取りで編んでいきます。で9号針を使っていきます。私はバッグの本体を作った糸で編んでいきます。ちょっと長めに残して最後縫い付けるので長めに残しておきます。でここから一度ギュッと引き締めて鎖編みを40目編んでいきます。これはお好きな長さで大丈夫なので自分の好みの長さにしてみてください。1、2、3、4。はい、鎖編み40目編めました。でそしたら鎖1つで立ち上がります。で1段目私は裏山を見ながら編んでいきます。裏山を見ながら編んだ方が仕上がりが綺麗かなと思うので、もしよかったら頑張って裏山を編んでみてください。上から数えて1個2個目の裏山に引き抜き編みをしていきます。針を入れて糸を持ってきてこのまま引き抜く。次の目の裏山に針を入れて糸を持ってきてこのまま引き抜くという感じで端まで引き抜き編みをしていきます。はい、端の方まで編んできました。で一番最後の目にも忘れずに引き抜き編みをしてあげます。でこれで1段目が編めました。で次鎖1つで立ち上がります。編み地をくるっとひっくり返して手前側の1本、これ2本取りなので2本に見えるんですけども実際は1本ですね。手前側の1本に針を入れてこのまま引き抜き編みという感じで今回は引き抜き編みで持ち手を作っていこうかなと思います。手前側の1本にだけですね、全部にこう入れるんではなく1本にだけ針を入れて引き抜き編みという感じで端まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後の目ですね。一番最後の目も手前側1本だけを拾って引き抜き編みでこれで2段目が編めました。で3段目からは2段目と同じように編んでいきます。ひっくり返して根元からまた手前側の1本にだけ針を入れて引き抜き編み手前1本引き抜き編みという感じで編んでいきます。でお好きな太さになるまで編んでみてください。私は上に書いてある段数まで編んでいきたいと思います。これ以降ももう手前側1本だけを取ってずっと往復編みで編んでいきたいと思います。はい、4段まで編んできました。でそしたらちょっと長めに残してカットします。でこちらの輪の中に糸端を入れてキュッと引き締めておきます。で同じものにもう1本作っておきます。はい、同じものをもう1本作っておきました。でだいたいこちらは3センチぐらい幅になっています。で長さがだいたい28センチぐらい、ちょっと伸びるので多少誤差はあると思うんですけどもそのくらいになっています。はい、では持ち手をつけていきます。でピシッといろんなところから見て横ピタッと
半分に折ります。でマーカーをつけておきます。大体で大丈夫なんですけども、でそしたらマーカーとマーカーを合わせて中心を決めます。で中心が決まったら目数を数えてもいいんですけども、だいたい私は8センチここを開かせたいので、中心を4センチに合わせて、でこれでマーカーをつけちゃいます。8センチあたりのところにマーカーで、こっちもで反対側も端は取っちゃいます。でこちらを合わせてだいたい同じぐらいの場所かどうか確認をして、でここに裏側から縫っていこうと思います。こう見た時に表にこう裏がこう出ないようにピシッとこう合わせて、少し中に入るぐらいがいいですね。この1段目の長編みだけを入れたところが中にちょっと入るぐらい、裏引き上げ編みと表引き上げ編みを編んでるんですけども、そこが上に来るような感じで合わせていきます。でこちらの持ち手をつけていきます。マーカーの外側ですね、だいたい私はここの細編みの段2段下ぐらいにこんな感じで縫い付けていこうと思います。これはお好みなのでお好きなようにつけてください。で持ち手部分なのでやっぱり負荷がかかると思うので、しっかりつけてあげます。くるっと縫っていきたいと思います。はい、ぐるっと縫い付けてきました。でそしたら糸処理をして、であと3箇所残っているところですね、そこもすべてかがって持ち手をつけていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。で真ん中にポイントにタグをつけています。でだいたいサイズが横が27センチぐらいで、こちら高さが17センチ8センチぐらいですかね。ペタッとした状態で23センチぐらいで、持ち手はここからここの間だと10センチぐらいで、持ち手の長さが25センチぐらいになっています。でやっぱり毛糸なので多少伸びてしまったりすると思うので、そこの部分に板を入れるとか内布をつけるといいかなと思います。でこれはかぶせてあるだけなので、もしズレとか気になる方はちょっと何箇所か縫い留めたりとか、あとはちょっとグルーガンでつけてしまったりとかするといいかなと思います。では今回はワッフル模様をかぶせたトートバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。